2023年製新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー34。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。 N ワゴンカスタム L ターボには標準で 2.5A 急速充電 USB 電源が搭載されています。前回は進化したギャラクシー充電に対応させるため 65WPD3.1 急速充電モジュールで電源の製作を開始しました。そしてプロセスはボックスに電源線導入穴を開けたところまでをお届けしました。今回はその動画ナンバー33の続きです。電源はオプションカプラーの ACC に接続したらそれで終わりです。オプションカプラーの詳細は動画ナンバー1もご視聴ください。動画を見て取り付けをされる方は自己責任でお願いします。それでは動画の続きをどうぞ最後までご視聴ください。充電性能の比較。はじめに N ワゴンカスタム標準装備急速充電 2.5A USB の性能を見ていただきます。 USB を接続します。緑表示が出ました。設定からバッテリーには急速充電器に接続と出ています。充電モニターには充電電力 4.7W 電圧 3.85V 電流 1.22A と出ています。次に新設した超急速充電器の方に接続してみます。表示が青色に変わりました。設定からバッテリーを見てみると超急速充電器に接続と出ています。充電モニターの方は電力 25.3W 電圧 4.09V 電流 6.17A と出ています。供給量は約5倍になりました。次に S25 ウルトラ対応のドコモ高速充電器の方を見てみましょう。これは AC アダプター08で PD3.045W 高速充電器です。今度はこれで充電してみます。表示は同じく一瞬しか出ません。青色表示が出ました。設定のバッテリーを見てみましょう。超急速充電器 2.0 に接続と出ています。充電モニターを起動します。表示は充電電力 26.1W 電圧 4.16V 電流 6.28A と出ています。その他のデータはこのようになっています。電力、電流ともに N ワゴンの5倍以上です。説明書には従来型より30分で最大 1.5 倍のスピードが可能となっています。ギャラクシーの充電能力は他社より抜群に優れているわけではないのですが、以前よりは進化しています。ちなみに従来型の急速充電器 20W も見てみましょう。これで S25 ウルトラを充電してみます。バッテリーは 46% まで下がっています。一瞬しか表示しませんが緑色になりました。設定からバッテリーを見てみると急速充電器に接続中と出ています。バッテリー充電モニターを起動します。充電電力 11.6W 電圧 3.98V 電流 2.91A と出ています。65W モジュールの検証。今度は今回のモジュールを使ってみましょう。青色表示が出ました。充電モニターを起動します。充電電力 25W
電圧 4.05V、電流 6.18A と出ています。その他のデータです。このモジュールは PD3.1 ですが、同じような値が出ています。入出力も見てみましょう。入力が 32.7W です。出力が 25.6W なので、充電効率は 78.3% です。この差約 7W が熱になるわけですね。充電開始時は充電電力が高いので、それに伴って熱も出ます。車に取り付ける前に熱対策をしておきます。ヒートシンクの取り付け。これは手持ちのヒートシンクです。この基板は 65W 設計なので、そこまでの発熱には耐えられるはずですが、基板が結構熱いのでつけました。充電効率と PD リストの関係で最大出力にはならないようですから、これで OK です。バッテリーが 71% まで上がり、供給電力が 18.7W まで下がってきました。電力が下がったので温度も下がりました。手で触れられる温度です。それでは最初の組み立てに戻ります。引き続き動画をご視聴ください。組み立て。手持ちのコンマ7号スケアのコードにヒューズを接続して電源線を作りました。入力なのでヒューズは 5A です。これを接続していきます。電源線をケースに入れます。スイッチの穴から一旦外に出します。スイッチにプラス線をハンダ上げします。できました。プラスのリードです。モジュールを取り付けて長さを見ます。収まりを見ながらやっています。マイナス線はこの場所に接続です。プラスの帰りをこんな感じの余裕を見て接続します。カットします。電線をよじります。先端にハンダを乗せます。先端を調整しておきます。スイッチにプラスを接続するとマイナスが接続できないので、先にマイナスを接続します。この場所です。先端にハンダを上げて先を切り揃えます。先を90度曲げます。電線の間を縫ってコテを使います。うまくいきました。次はこちらです。終わりました。スイッチを差し込みます。入りました。こちらの線が少し長いので短くします。カットします。もう一度先端にハンダを上げます。カットして残った線を外します。もう一度上げ直します。終わりました。結束とまとめ。
飲酒ロックで電線の入り口を結束します。中のリードにテンションがかからないようにするためです。これで大丈夫なので端材をカットします。飲酒ロックがテンションを防止しています。あとはグルーガンを使ってこの場所でモジュールを固定します。動画に何回か出てくるグルーガンです。これで3箇所固定します。1箇所目、2箇所目、3箇所目。今でも動かないのですが、これで基板は動くことはありません。完成。完成したので蓋を閉じます。同梱のビスを使います。蓋は折り返しがあるので中の周囲をチェックします。特に問題はないようです。終わりました。ネームをつけてもう一度試験をしたら取り付けに進みます。30V までかけられる基板ですが、バッテリー電圧に近い値で試験します。何回か行っているので忙しい方はスキップしてください。接続して青色表示を確認です。次に設定のバッテリーで充電クラスを確認します。超急速充電器に接続と出ています。こんなネームをつけました。取り付け。フロント周りを見て充電器の取り付け可能な場所を探します。左トレー側は穴を開けなければ配線を取り出せそうな場所はありません。右側も同じですが、ハンドルの下にもトレーがあります。ここは今まで全く使っていませんでした。ここなら配線も可能でスマホも置くことができます。どうやら設置場所はここしかないようなので、ここでしばらく使ってみます。以前取り付けたバッテリーモニターの配線取り出し口に隙間があります。そこから配線を取り出せそうです。あとはこの辺りに良い場所を選んでボックスを貼り付けようと思います。場所は変更可能なので、まずは使いやすい場所に設置します。このように袖を外して電線を通しています。袖は簡単に外れるので時間はかかりません。ユニット側にはコルゲートチューブをつけています。この場所に貼り付けました。スマホを置いてみます。ご覧のようにスペースがちょっと狭いです。コネクターの余剰がもう少し欲しかったですね。このケーブルは30センチで切り回せないので長いですが、とりあえず付属ケーブルを使います。これはメーカーに問い合わせたら
高速充電器専用に作った試供品とのことでした。 15V3A ですし長いので後で取り替えます。場所は配線延長すればいつでも変えられるのでこれでしばらく使ってみます。ギャラクシーの 45W 充電はスーパーファーストチャージング 2.0 という充電規格で行われています。前述の 45WAC アダプター08も PD3.0 規格です。呼び名はサムスン固有のものですが規格そのものは PD3.0 とオプション PPS 規格です。今回は 65W モジュールでも 45WAC アダプターでも充電電力は 25W ほどでした。最大容量は PD リストによって決まるので他にできることは適切なケーブルを選ぶことくらいです。スマホの電圧レベルでは PD3.0 が 3.1 になってもあまり規格の拡張性はありません。個人的にはこのくらいの能力であれば十分ではないかと思います。また充電ケーブルは E マーカー対応まで確認できていないためさらなる検証が必要です。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。